首先想请田中さん跟我们台湾的观众简单介绍一下自己。三井不動産の所属してアウトレットモール、多分台湾にも林口とかにある三井アウトレットパークの、もともと僕は食のビジネスをやっていなくて不動産のビジネスをやっていて、なぜこれを作ったかというと、なんか日本人からするとラーメンってもう要はギルティープレジャーなわけですよ。世界でも食のダイバーシティに対しては一番ないぐらいのなので、もう一個 XY の軸に Z 軸でダイバーシティを僕は日本の食文化に、カップラーメンが全世界で年間1200億入ってすごい量は、今日本の金額とアメリカの売値って2倍から3倍金額が変わるので、将来的にはこのコンセプトはワンテーブル、要はこのテーブルにいろんな人が集まった時にみんなが同じものを食べれる世界を作りたいっていうのが僕のミッションだと思っています。你知道高筋低筋面粉吗？那个筋就是麸质。我对这个过敏，但学生时期的早餐不是包子馒头就是面包，所以在学校的时候我经常要跑厕所。其实没有人能完全消化麸质，只是大部分的人没感觉。我想做一个无麸质的东西，所以我申请了青年百亿计划来日本做市场调查，并且我开始写信给日本的品牌创办人田中先生，就是第一个和我见面的。他做的杯面有清真认证，穆斯林可以吃，素食者也可以吃。在这段交流中，他跟我说了几件我没想过的事。在日本，连酱油拉面都不是素的，全世界一年吃掉1200亿杯泡面，但有一群人一杯都没办法吃。你有没有什么东西是不能吃或是不敢吃的？留言跟我说。那我们就开始今天的内容吧。じゃあ始めます。よろしくお願いします。台湾的おはようは何だろう？早安。早安。難しい。大家好。田中さん、おはようございます。おはようございます。非常荣幸今天有这个机会跟你交流。在拜访之前，我读了许多您的采访，知道您有非常丰富的跨界背景。那后来创立了 Freedom Ramen 这个品牌。首先想请田中さん跟我们台湾的观众简单介绍一下自己，以及您当初在什么契機之下决定跨界创立这个主打饮食无障碍的泡面品牌。わかりました。ありがとうございます。本来これを作ったきっかけっていうのは、もともと僕は食のビジネスをやっていなくて不動産の、ビジネスをやっていて、きっかけはシンガポールに私2013年から住んでいるんですけど、日本の場合は何でも食べれる人が非常に多くて、食の多様性とかやっぱりアレルギーに対してのまだ意識が非常に少ないのが日本だとまだ現状なんですけど、シンガポール行ったら多様性というか、ベジタリアンの人がいるし、ビーガンの人がいるし、イスラム教の人もいるし、ヒンズー教の人もいるし、でそういう方々が食べれるための三井不動産の所属してアウトレットモール、三井のアウトレットモール、多分台湾にも林口とかにある三井アウトレットパークのマレーシア版の開発を担当してたんです。で初めて東南アジアで開発するときに三井不動産はそのノウハウはあんまり持っていなくて、アパレルとかを読んでくるのは得意なんだけど、食の多様性に対しては知識がなくて、で私がその食の飲食店誘致の責任者をしていたので、初めて日本以外の国で飲食店の方々を呼ぶっていう時に、初めてこういうハラルとかベジタリアン、ビーガンって食の多様性が必要なことに気づいたのが本当の最初のきっかけです。像这一次的交流啊，是因为我这个计划所希望建立的这个品牌是专注在无麸质机能食品，而您的品牌是主打饮食无障碍这件事情。那我们两者都是希望在这个市场上为特定的族群去提供饮食上的选择，但是在这类型的产品创业初期，都会面临这个族群比较小众，或者是大家不够认识的挑战，所以以您开拓海内外，包括日本、台湾、美国这3个国家，像我们这样子的特定健康理念的品牌，应该怎么做才能让更多的大众认识？在您看过这么多国家之后，你认为什么样的文化，或是具备什么样特质的消费者，更能够让这种饮食友善的品牌去做一个健康的成長？わかりました。何回かに切った方がいいですかね。そうしたらね。そしたらまずは、今ここの2022年に、ローンチしました。3年間は日本の製品を将来的にはもう僕のコンセプトはワンテーブル、要はこのテーブルにいろんな人が集まった時に、ムスリムがいたりベジタリアンがいたりビーガンがいた時に、みんなが同じものを食べれる世界を作りたいっていうのが僕のミッションだと思っています。でその中でまず最初に日本でブランディングっていう意味で日本からスタートし
してます。理由はやっぱり台湾も中国も韓国も美味しいカップラーメンが作れる。ただ僕のコンセプトはやっぱ日本人なので、日本人のアイデンティティとして日本のラーメンっていうコンセプトにフードダイバーシティ、そのワンテーブルのコンセプトを止めたかったのがまず一つなので、まず最初日本からスタートした理由は、まず日本×フードダイバーシティっていうのをしっかり日本から発信するための準備をまずするっていうことが最初の第一歩として考えていました。まずそうですね、だから日本っていうコンセプトをしっかりこのプロダクトに落とし込むっていうことをまず最初にやって、時間がかかるのは日本のマーケットは非常に難しいと思ってます。時間がかかると思っています。で、食ってやっぱりその AI とか IT のビジネスと違ってやっぱりこう文化にしていく食文化なので、やっぱりゆっくりちゃんと根付いていくので、2年3年でじゃあ突然スケールするかとかっていうとちょっと違うので、そこは覚悟しているんですけど、それ以外の国に関しては日本がブランディング今3年経ったので、今アメリカ、それからドバイ、それから台湾とか、もちろんオーストラリアとかヨーロッパとか攻めていくんですけど、一つは、戦略としては日本はちょっとブランディングなので今円安もあるしきついなのでもう日本の中ではインバウンドが来るところもうターゲットに絞ってます。なので日本でのマーケティングはホテル、それからコンビニエンスストア、それからドン・キホーテとか、あと大学、あとはレジリエンス、災害備蓄で自治体利益を上げるというよりも必要なところにとにかく当てて入れてるのが日本です。今マーケティングでいうと今次に、結構皆さんからフリーダムラーメン日本行った時見たよっていう声がいただけるようになってきました。なので来たぞと、認知度が他から来たインバウンドの方が日本でハラールとかベジタリアンのカップラーメンがあること、これフリーダムラーメンに結構みんな空港で見たよとか、そういう話が来たので、これはチャンスだなと思ってアメリカにも出ることに決めました。でもちろん台湾とか出てるんですけど、要はチームを作ってアメリカの方で会社も作って、今年の1月に作ったんですけど、チームを作ってアメリカは本気で行く予定にしてるんですけど、アメリカはまずやっぱり単価が高い、小売単価が高く売れるっていうことと、あとお客様たちが非常に新しい商品に対してポジティブだから、自分たちが欲しいと思ってる商品が来たら「いいね、何これ」って言って買ってくれる。でも例えばムスリムのマーケットは「ラーメンなの大丈夫？でも認証ついてるから OK か」でもみたいなちょっと食べ物の制限がある人たちって新しいものに対してちょっとやっぱり一歩引いちゃうんだけど、アメリカ人はもういいねガサッっていうので、やっぱりでアメリカにはやっぱりベジタリアン、ビーガン、それからムスリムもいるし、あと後者、それこそグルテンフリーっていう本当にその食の市場としては大きいポテンシャルがあるので、次のステージはアメリカの中にいるいろんな国の方々がいるところで、しかもちゃんと単価が取れるところで勝負をする。次は売上ですね。売上っていうところを取りに今アメリカの方を攻めていってます。像这个品牌啊，目前的策略是希望从饮食接受度比较高的国家往回推到日本这种比较保守的饮食文化里面嘛。まずは日本ブランドっていう、日本でちゃんと売ってる、これメイドインシンガポールなんで本当のリアル日本じゃないんですけど、でもハラル認証とか作れないので日本だと、なんでもうシンガポールでまず作っている理由が日本でハラル認証の工場がないんです。なのでコンセプトは日本でシンガポールで作っているので、シンガポールから直接最初に他の国に行ってしまうと、要は日本のコンセプトじゃない、例えば他の国からするとアジアのカップヌードルとして出ていってしまう可能性があるので、最初に日本にしたのはやっぱり日本っていうコンセプトをここに入れたかったっていうのがあるんですけど、今日本の金額と売値とアメリカの売値って2倍から3倍金額が変わるので、しっかりアメリカでも売れてんじゃんこれ、しかもその値段で売れてるんだっていうと、今の金額より高くても、要は日本人って結構アメリカの影響強いんで、アメリカでそれだけ認められてるんだったらかっこいいねとか、特にベジタリアンビーガンの人とかはやっぱり日本の場合ってベジタリアンビーガンってまだファッションと絡んだり、あとエシカルとか、だんだんそういう風になってきてますけど、やっぱりそういう影響が強いので、やっぱり西海岸とかアメリカのベジタリアンビーガンのインフルエンサーもしくはマーケットの
力は日本にもう一回戻すと強いんじゃないかなっていうことと、あとちょうどやってるグルテンフリーフリーダムラーメンの今のコンセプトでまだ小麦で、僕の中では 100% ではないんです。なのでこれって本当に最初のなんですけど、アメリカでグルテンフリーは最初にローンチしたいと思ってます。理由はグルテンフリーの市場がアメリカではしっかり確立できているので、しっかり価格をつけてから日本とか持っていきたいなと思ってます。那像这个产品啊，当初第一批买单的这个消费者，是真的有这些清真认证的需求吗？还是说是一般追求这种健康生活的大众？日本でやると日本人は健康志向とかエシカルとか、あとサステナブルとか SDGs とか、結構若い世代、日本でいう Z 世代っていうその大学生とかちょっと20代の方々の方がすごい興味を持ってくれて、私のターゲットは日本人の中ではそのゆるベジ、要はちょっとゆるベジって言葉は分かんないよね。ゆるく厳しそう、ゆるくベジタリアン、今日ちょっとなるべくちょっと最近太ってきちゃったからお肉やめてね、ちょっとベジメニューにしようとか、カロリー取りすぎてるからとか、本当にちょっと環境問題学校で勉強したんで、やっぱり地球環境問題考えてちょっとなるべくお肉減らそうとかいうことを考えている方々をターゲットにして、あとは本当にもうベジタリアン、ビーガン、ムスリムっていう方々をもうピンポイントにもうターゲットにしてやりました。じゃあ日本人はそういうターゲットで見ていて、それ以外に日本にいる住んでる外国人の方とかインバウンドの方々向けっていうことで、もうとにかくコンセプトをそこにセットして、みんなが食べれますよって最初に日本でやってしまうと、日本はカップラーメンが多すぎるんでグッと絞ってやりました。最初のマーケティング、日本でのマーケティングはただローンチしても絶対皆さん気づかないので、最初クラウドファンディングをして、大学生の女の子がコンセプトにすごい共感してくれて、大学生の、アンナちゃんという子と私で一緒にクラウドファンディングをして、アンナちゃんっていう、ICU 大学生のスウェーデンに留学したことがあって、でスウェーデン国語って結構ベジタリアンの方とか多くて、そういう世界があるんだっていうことを気づいて、自分もそういう世界を日本で広げたいっていうことを考えてた。そうなる考えてて、でも自分で彼女自身でプロダクトを作るだけのノウハウとかなかったので、これを通じて自分のメッセージを伝えられるからって協力していく。そうですね、はい、あとそのマーケティングで大事なところ、僕のコンセプトはただカップラーメンを売るっていうと難しいので、価値を上げましょう。例えばホテルに営業するときに、ホテルに泊まる方々ってどの人種の方々が泊まるかわからないので、インバウンドが多いホテルに泊まってる方々に対してその食の多様性をちゃんとサービスしましょうね。ホスピタリティのビジネスであれば食は絶対大事なので、そういうことを対応して不動産の価値を上げる、要は集客を上げる、顧客満足度を上げる、で SNS で発信してもらえる。なのでマーケティングツールとしてこれを使ってくださいっていう売り方をしてます。なので多分カップラーメンをどう売っていったらいいだろうっていうと難しい。結構その企業を買ってくれる方のマーケティング費用としてお金が出るような提案をしてます。コスト、要は彼らからするとこれを要はストックって見ちゃうとコストなんですけど、これって自分たちの会社のアピールをできる商品だ、マーケティング商材だっていうふうに見てもらうとガラッと変わるんですよ。お金出しやすくなるので、そういうやり方をしてます。すごいね。好，那下一个问题就是我这段期间呢，有在东京拜访了很多无麸质的餐厅还有商店。那我发现一个很有趣的现象是，店里有一半以上的顾客几乎都是西方面孔。我记得您当初在创立品牌，其中一个很重要的理念是看到这个东京举办这个奥运，但是东京本土的饮食结构还没有准备好接纳世界各地来的各种饮食习惯的选手。那既然欧美市场本身的接受度就比较高的情况下，那么回头在面对这个相对保守的日本国内市场或者是亚洲市场的时候，你认为在本土推广这样的概念，目前最大的挑战或者是突破口可能是什么？僕自身が職人ではないんですけど、なぜこれを作ったかというと、ラーメン、なんか日本人からするとラーメンってもう要はギルティープレジャーなわけですよ。豚骨は豚は使うし、とにかくいろんなものを使って美味しく、
日本人の人に美味しくしてるんですけど、ラーメンでもプラントベースで作れるんだよってことを日本人のみんなにメッセージを伝えて、その料理を作る人たちに出して、カップラーメンだからその僕の中ではカップラーメンを売りたいっていうよりもこのメッセージを皆さんに伝えるのに非常に分かりやすいプロダクトとして見つけたのがたまたまカップラーメンで、なぜかっていうとまず日本ムスリムの方もベジタリアンの方も結構日本来たらラーメン食べたいって言うんです。なぜかっていうと結構漫画で見るんですよ。 IP の漫画とかアニメでラーメン食べたりなんか日本の漫画ってね食べるシーン多いと思いません？でだからやっぱ IP がすごい世界に出ていっている中でみんなやっぱ食べたいけどどうせラーメンって食べれないんでしょっていうイメージがある中でプラントベースで払うって言うとあれ食べれるじゃんっていうと日本人ってやっぱ作れないイメージがあるんですよ。要はラーメンって言ったら醤油でもかつおだしボニート使ったりとかだからなんかプラントベースのラーメンって何ってなっちゃうんです。だからそこの考え方を変えていかないと日本の文化にならないのでプラントベースでこういうのが作れるっていうのをとにかくやっていくっていうのが、とにかく僕ができることであって、カップラーメンが全世界で年間だから1200億入って、すごい量は食べられてるんです。もう一つは僕はこれを通じて何をやりたいかまず日本において何やりたいかっていうと台湾よりベジタリアンが少ない日本人って台湾は結構ベジタリアンの方々多いと思うんですけど日本人として結構日本人って美味しいものを作るのは得意で例えばイタリアンにしてもフレンチにしても中華にしても結構取り入れるとアウトプットは結構上手でもじゃあベジタリアン作ってくださいって言うといやじゃあ、ムスリムフレンドリーにしてくださいなのでこういうことができるんだっていうシェフがもうちょっとポジティブになってくれるとすごい日本の食文化って広いと思っていてでも XY としかなくて要はジャンルイタリアンフレンチ中華っていうジャンルはたくさんある食文化も深いのであるんですけど多様性ダイバーシティに対してが本当にペラペラもう本当デベロッピング感度もう本当になんかもう世界でも食のダイバーシティに対しては一番ないぐらいのなのでもう一個XY の軸に Z 軸でダイバーシティを僕は日本の食文化に入れたいと思っていてでこの Z 軸が入れるとこの XY の今の日本の食文化に対してこれが立体的に立ち上がってくるのでだからじゃあ10倍にしますってこの日本の食文化を利益を10倍にします実は結構簡単だと僕は思ってるので日本の食文化を日本のもう一回お金を稼ぐっていう意味でのことをしたいなっていうのがあります。坚持这个产品的这个独特观点去颠覆日本传统的即食面市場的時候你認為最不能妥協的底線是什麼？ダイバーシティのもともとコンセプトが違いをやっぱり認め合うというか違いがあって当たり前で違いがあるから楽しいと僕は思っているんです世界ってこれがみんな一緒だったら多分面白くなくてなんでじゃあ日本に行くのなんでじゃあアメリカに旅行に行くの違いを楽しめるなので、そういう人たちは別にあなたたちのその向こうにすごいこだわりがあればいやすごいですよねやっぱりそれは日本の美味しいもの要は文化をそのままピュアな日本の文化をそのまま作ってるからいいじゃないですかとで僕はそれをリスペクトしてあなたのラーメンを例えばねラーメン屋のこだわってる人もうラーメンは豚骨じゃないとみたいなシェフがいたとしてもそれはそれでも先ほどの海外ではラーメンを食べたいけど宗教的なものであったり自分たちの思いで食べないっていう判断をされている方がいるので、そういう方々も食べれるようなそういうものが私たちは別に作っていきたいだけでなんかそれを全部取っちゃうつもりではなくてあなたたちの作ってきたラーメン文化をリスペクトして他の人たちが楽しめる世界を作ろうとしてるんでありがとうって言っておけばいいかなと思ってます。はい、そうですね。次は不論是在台湾还是日本我觉得食品创业最难的一点是消费者教育。那大众很难在短时间内立刻理解到这个产品的价值，甚至有很多人平常根本没有在阅读后面的成分标签的习惯。但是我也注意到，日本在这几年开始也有了零糖值或者是节禁饮食的风潮，那大众的习惯也开始慢慢的转变。那想请问田中さん，在 Freedom Ramen 创立的初期，面对这种不习惯看成分、不了解饮食无障碍的市场，
你的品牌是如何执行那段期間最艰難的消費者教育的時期？そういうことを興味ない人たちに言ってもしょうがないので、例えば大学の例えばプロフェッサーの友達がいたりとかすると、大学の教授の一コマをもらって大学生に向けて今こういうこと知ってますかっていうのをちょっと問いかけをしながら彼らのメッセージを伝えてみたりとか、あとはIHG ってホテルグループ、ヒルトンとかいろいろやっているホテルグループのマネジメントのところに行って勉強会、そのフードダイバーシティとはみたいな、でなんでホスピタリティのビジネスに必要なのかとかっていうのをちょっと興味を持ってくれてる方々に提案をしてこれをきっかけにちょっとなんでそのホスピタリティビジネスでこういうのが必要かっていうのを勉強会しませんかっていうのをやったり、イベントのスポンサーをして自分たちはこの商品がなんでこのイベントにスポンサーしているかっていうのをメッセージを出したりとかしてイベントに合わせて自分たちのメッセージを出していくっていうマーケティングをしています。如果是以台湾跟日本的市场来说，你会认为台湾和日本是一个适合发展高端健康机能食品的潜在市場吗？そこを狙わないと、大きな会社だったら工場も持って安く作れるんですけど、僕たちっていうか小さく自分のメッセージを出していくときに価格勝負に巻き込まれる価格帯の商品であると多分すぐ潰されると思います。やっぱりメッセージをちゃんと受け取ってくれる方々になるので、自分がなぜこの世界を作りたいのかっていうことに対して受け取る方々に対してそれを分かってくれる層って考えるとマスじゃないんですよね。あとやっぱり食でいうと日本とか、もちろん台湾も美味しいものを作ってるので美味しいものを届けたい。僕は美味しいのが好きなので安くコンセプトは合っててもまずかったら僕は食の文化はありえないので、そこは大事にしているので、やっぱり自分の今の資本力とあとメッセージがちゃんと伝わる人たちのターゲットを狙うっていうとある程度やっぱり上の人で考えてます。あとカップラーメンだけじゃなくてそれこそ次のステージとして僕はグルテンフリーのプロダクトであったり、あと日本の発酵のプロダクトを世界に出していきたいと思っているので、これの次にどんどんより付加価値のものを載せていこうと思っているので、この会社はカップラーメンを売る会社ではなくてそういうみんなが食べれる世界、美味しいものを広げていく会社だっていうコンセプトなので、自分で選べる人たちをターゲットにしないと。日清さんとかね、強い例えば辛ラーメン作ってる会社さんとか日清さんとかが結局彼らは作ろうと思えば作れるので、だからそれと価格がじゃあ彼らが 20% 安く作ってそしたら市場取られちゃうので、だからカップラーメンイコールプレミアムのマーケットあんま取りいかないので、だからやっぱりそこのギャップをもう彼らがやらない、本来のカップラーメンの食品メーカーがやらないところを取りに行くということをやってます。最后一个问题就是，现在消费者在购买的时候，往往会注意的是更直观的好不好吃，跟吃完之后身体能不能维持好的状态这件事情。想请教您，就是在跟消费者沟通的时候，是如何平衡强调背后的技术以及使用这个产品的生活体验这两件事情的平衡的？日本はあまり今できてないんですけど、最初イベントやっぱり出ます。ビーガンフェスとかプラントベースのフェスとか日本が好きな方々が集まるイベントとか、ハラールムスリムの方が当たるイベントに自分たちやっぱり出てってお客様たちにやっぱりどういうコンセプトで自分たちはやってるんだっていうのをとにかく伝える場所は絶対食べるのが必要なので、試食してもらいながら反応を見てでメッセージ伝えて、そうするともちろんありがとうって言葉もあるし、うわ辛すぎとかもあるし、こういうのが欲しいとかいう話がやっぱり来るので、それをヒントに次のやっぱりプロダクトの開発だったりこのままでまずはいいのか、もう次の段階もう早くグルテンフリーをもっと早く持って来る必要があるのかとかっていうのが分かるので、とにかくやっぱりイベントもただ出るんじゃなくてペルソナを決めて、自分たちはこのマーケットに売りたいんだ、だからこのイベントに出てっていうと結構フィードバックが来るし、手伝ってくれるチームもなんでこのイベントに出るのかっていうのは単なるアルバイトじゃ分からないけど、ちゃんと伝えるとそのフィードバックを取ってくれるので、それを取った後にまずそのイベントプラス EC その e コマースにするんですけど、イベントの時に配ってその50% オフとか最初に注文してくれたらっていうと
そうするとあとギブアウェイイベントっていうベジタリアンの方でフリーダムラーメン興味あったら20人にギブアウェイしますフリーで送りますとかやるとめちゃくちゃこう募集してくれるんですよ。なのでイベントかけるやっぱり e コマースの EC のSN マーケメタを使ってとにかく集客するとかっていうのをやりながらやっぱり個人情報が取れるとやっぱ次のステージに行きやすいのでとにかくこの顧客データを取りに行くだからイベントかける顧客情報を取ってよりこのターゲットって先ほどのあれじゃないですけど100人いて100人取りに行く商品ではないので100人いるうちの10人でもいいからファンを取りに行けばいいのでこれを積み重ねていければ絶対勝てると思っているのでとにかくその方々に取れるマーケティングをやってるのでとにかくイベントともうとにかく EC で取ると。那今天非常感谢田中さん可以百忙之中抽空跟我们见面交流。田中さんありがとうございます。なので本当に巻き込む力って大事だと思います。自分たちだけだと力が難しいのでフリーダムラーメンかけるこの他のブランドとのコラボレーションでこのお客様を一緒に要は仲間に入れていくコミュニティを自分たちと同じ考えが持っているコミュニティととにかく一緒にコラボレーションしながら彼らが持っているコミュニティに認知度を広げていくっていうことが早いかなと思ってやってます。这就是今天我跟 Freedom Ramen 老板 Tanaka さん的交流。那如果喜欢这部影片的话，记得帮我们订阅，然后还有按赞。那我们下次影片再见，拜拜，拜拜。